じゃあこんにちは、パルと申します。エスパータイプウィークの告知ようやく来ましたね。今週の中頃とかに来て、来週からエスパータイプウィークになるのかななんて思っていたんですけれども、再来週からということでね、詳細しっかりと確認してね、準備も整えてエスパータイプウィーク臨んでいただけたらなと思います。見てまいりましょう。さあ、ということで、ようやく来ましたね。そして、ムンナムシャーナもしっかり確定ということで、まずは新登場、ムンナムシャーナから見てまいりましょう。参ります。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれませんということで、新たに出会えるポケモン、ムンナムシャーナ、もちろんエスパータイプであります。お楽しみにとなっております。新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年3月17日月曜日15時からで、該当のポケモンの動向は上記日時から使うことができますとなっております。おそらくエスパータイプウィークのミッションでムンナの動向一つはもらえるんじゃないかなと思います。それ以降はエスパータイプウィークパックとかに封入されることになるのかなと思いますね。3月17日月曜日15時からムンナムシャーナ登場してくれます。そして出現するフィールドですが、若草本島、ラピスラズリ湖畔、ゴールド急発電所となっております。しっかりとゴールドにも出現してくれるようです。今回のね、エスパータイプウィークだったりとかのサムネイル、キービジュアルがラピスラズリ湖畔を背景にね、しているような感じだったんですけれども、若草ゴールドにもバッチリ出てきてくれるということで、登場するフィールドはね、やはり多ければ多いほどいいなと思いますので、ありがたいなと思います。良くも悪くも3フィールドでありますので、初心者の方はもう若草本島で、それ以外の方はまあ選択でという感じになりそうですね。そして出会える睡眠タイプもエスパータイプらしくスヤスヤとなっております。引き上げきれませんでしたといった感じであります。新登場ムンナムシャーナです。ポケットモンスターブラックホワイトで初登場したムンナムシャーナ、進化のために月の石を必要とするポケモンであります。まあ実にね、こう月っぽい形をしているというか、クレセリアともねちょっと関係ありそうな、まあ多分ないんだろうけどみたいなね、そんなフォルムが特徴的ですので、月の石使うかもなということをまあ考えておきましょう。そしてこれまでの1進化でアイテム進化をするポケモンたち、だいたいフレンドポイントが20となっておりますので、ムンナもフレンドポイント5でゲットしやすいんだけど、進化した後ムシャーナはフレンドポイント20でかなりパワーのあるポケモンとなるんじゃないかなというね予想もあります。原作ではかなり素早さの低いポケモンでありまして、まあ、防御方面だったり特殊攻撃力なんかにね長けたポケモンでありますエスパー単タイプのムンナムシャーナ。今のところエスパータイプは木の実のポケモンがこのポケモンスリープではいないわけなんですけれども、果たしてどのような性能で登場してくれるんでしょうか。3月17日非常に楽しみです。そしてもう一点重要な情報が隠されていました。この新登場のページにメインスキルについての記述がなかったということで、これまで新スキルが登場する際ってもうこのね新登場ページにどういうスキルが来ますよっていう詳細がある程度書かれていたんですよね。なのでムンナムシャーナ、おそらく新スキルではないスキル、既存のスキルを持ってくることが予想されます。これまでスキルが得意なポケモンで新スキルを持ってこなかったポケモンって、ラルトスとかパモさんとかかなり数が限られているので、もしかしたらムンナムシャーナスキルのポケモンではないんじゃないかなという気が若干しますね。そしてこれまでアイテムで進化する1進化のポケモンで食材タイプのポケモンも実はいないんですよね。2進化のポケモンであれば、ウツボットだとかゲンガーだとかクワガノンとかそれなりにいるんですけれども、1進化のアイテム進化で食材タイプのポケモンはいないので、やっぱり木の実タイプで来るんでしょうかね。比較的最近元気オール S を持ってくるパモ族が実装されたばかりなので、いやはやどのような性能となるのか本当に楽しみです。もし木の実得意ポケモンであるならば、木の実のエナジーはレベルと直結して上がっていくものなので、クレセリア対ダークライベントで活躍してもらいたいのであればがっつりレベルを上げたいとなると、口述するエスパータイプウィークのミニアメブーストで育てたいけどすぐにアメはないというジレンマを抱えることになるかもしれませんね。なかなか今から万能アメを貯めるというのは現実的ではないんですが、ほんのちょっとだけ備えておいてもいいかもしれませんね。
さあそれではここからがある意味本題となるでしょうか。キャンペーンエスパータイプウィーク見てまいりましょう。1週間続くこのキャンペーンはエスパータイプのポケモンがピックアップされる特別な期間です。クレセリア対ダークライイベントに向けてたくさんのエスパータイプのポケモンを仲間にしておきましょう。期間中は期間限定機能ミニアメブーストを使用できます。お手伝いポケモンを育成するチャンスです。他にも様々なボーナスがかかります。お楽しみにということで、しっかりとミニアメブーストを来てくれるみたいです。ありがてえ、待ってました。開催期間は3月17日月曜日からの1週間となりまして、開催フィールドは全てのフィールドです。そしてミッションの実施期間もこの1週間となっております。ボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにてチャンス1匹確定。睡眠リサーチにてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。これどうやら 30% はその日出した睡眠タイプが確定していて、残りの 70% は特徴なしタイプっぽいというか、全部ランダムで選ばれるよということみたいです。そして睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップです。後ほど紹介します。また期間限定ミニアメブーストが使用可能となっております。さあそれではピックアップのポケモンたちです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップはムンナ、ムシャーナ、そして小ピックアップにエスパータイプのポケモンたち全員入っております。バリアード、エーフィー、ソーナンス、ラルトス、キルリア、サーナイト、ソーナのマネネです。重要なのはこちら各フィールドで出会えるポケモンですね。まず若草本島ではエーフィー、ソーナンス、ソーナのムンナ、ムシャーナが登場します。シアンの砂浜ではバリアード、マネネ、トープ洞窟ではエーフィー、ソーナンス、ソーナの、ウノハナ雪原ではソーナンス、ソーナの、ラピスラズリ湖畔ではエーフィー、ソーナンス、ラルトス、キルリア、サーナイト、ソーナのムンナ、ムシャーナと最もたくさん出現します。そしてゴールド級発電所ではバリアードマネネ、ムンナ、ムシャーナとなっております。先ほどもね多少言ったんですけれども、基本的には初心者の方は若草本島に行っていただくことになり、それなりに長い期間遊んでいるよという方々は、ラピスラズリ湖畔かゴールド級発電所を選択するという形になるのかなとは今のところ思っております。昨年の伝説ポケモンライコウ、エンテイ、スイ君の前に行われた電気タイプウィーク、炎タイプウィーク、水タイプウィークも今回のねエスパータイプウィークとほとんどというかまるっきり一緒の形のイベントとなっておりましたので、いやまるっきり一緒じゃないかな、その時は全員中ピックアップだったかな、電気タイプのポケモンとか。一応ねムンナにより出会いやすくなっているエスパータイプウィークと、改善がねされているわけなんですけれども、ほぼ同じ形で来ましたので、これクレセリア対ダークライイベントもわりかしライコウ、エンテイ、スイ君リサーチの時と似たような感じになるのかもしれませんね。その場合もしね2週間続くイベントであった場合、1週間目は若草本島固定とかになるかもしれないので、クレセリア対ダークライイベントまで見据えて若草本島のフィールドボーナスを上げておくとかはやってもいいのかもなぐらいでしょうかね。基本的には初心者でムンナ、ムシャーナを探す場合は若草本島に、そして初心者以外の方でラルトスたちとムンナたちを探す場合はラピスラズリ湖畔に、マネネとムンナを探す場合はゴールド級発電所に行くことになるかと思います。さあそして各項目の詳細、ミニアメブーストも一応見ておきますが、ミニアメブーストこれまで通りでありました。一応ね説明文読んでいきたいと思います。ミニアメブーストは通常のアメブーストに比べて夢のかけら使用量が少なくなっており、ポケモンスリープを始めたてのリサーチャーでもお気軽にご利用いただける期間限定の機能です。ミニアメブーストを使うと飴を使用して得られるお手伝いポケモンの EXP の獲得量が2倍になる代わりに、飴1個あたりの夢のかけらの使用量が通常の4倍に変化します。1日飴50個まで利用可能です。ということで1週間で最大350個まで使える機能となっております。レベルアップ画面の右上にあるボタンをタップすることで自由にオンオフ切り替えが可能です。お手伝いポケモンのレベルを上げてみたいときにミニアメブーストを使ってみましょう。期間中はデフォルトがオンに設定されております。ご注意ください。と、これまでの仕様を踏襲したミニアメブーストもバッチリエスパータイプウィークで来てくれました。最後注意事項なんですけれども、これといったね注意事項特にございませんでした。1日2回目の睡眠ではチャンス1匹確定のボーナスはかかりませんぐらいでしょうかね。どのフィールドで睡眠リサーチを行ってもボーナスは発揮されます。そこはねご心配なく。おそらくエスパータイプウィークのミッションでもらえるムンナのお香を使うためには若草本島ラピスラズリ湖畔ゴールド級発電所に行く必要があるよというところかなと思います。でもおそらくもらえるであろうムンナのお香なんですけれども、クレセリア対ダークライイベントまで取っておくというの
のもね、非常に有効な選択肢になるかなと思いますので、このあたりは臨機応変にご検討いただけるといいのかなと思います。昨年までの伝説ポケモンイベントの際には、ポケモンをリサーチできると、たてがみっていうね、アイテムがもらえて、それをポケサブレだったりとか、メインスキルの種だったりとか、スイ君のお香とか、そういったアイテムと交換するのにね、使えたので、どちらかというと取っておいた方がお得かもしれません。覚えておいていただけるといいかなと思います。そんなキャンペーンエスパータイプウィークでした。改めましてエスパータイプウィーク、毎日チャンス1匹確定、そして闇鍋仕様であるよということ。睡眠リサーチにてムンナムシャーな中ピックアップで、その他のエスパータイプポケモンは小ピックアップ、ミニ飴ブーストが使えます。そんな1週間となっております。いかがでしたでしょうか。エスパータイプウィークに関してはこれまでの電気タイプウィークであるとかタイプウィークと特に変わらないイベントだったわけなんですけれども、ムンナムシャーナがかなり考察できるポイントの多いポケモンでありましたね。エスパータイプのポケモンたち、ソーナンスとサーナイトの役割が似通っていたりとか、そこまで層が厚くない印象なので、既存のポケモンたちとどのように差をつけてくるのか、そして既存のポケモンたちとどこまで相性がいいのか、本当に注目したいところです。ぜひね、皆さんの意見、感想、どこのフィールドに行くよとか、ムンナの予想であるとか、コメント頂戴できますと幸いです。個人的にはムンナがクレセリア対ダークライのキーマンになってくれる可能性もあろうと思っているので、万能飴をちょっとでも貯めつつ月の石を使うことになるかもなぁと覚悟しつつ、サーナイトがいるアカウントはピックアップ少なめなゴールドへ、エイフィーがいるアカウントはエナジーも稼げるラピスラズリへ行こうかなぁなんて今のところは考えております。またね、エスパータイプウィークが3月17日からということで、おそらくクレセリア対ダークライは1週間間を空けて3月31日月曜日からの開催となりそうな気がしますね。確かに3月末だけどって感じですね。おそらく2週間の開催。4月のドア玉、お忙しい方も多いことと思いますので、またそれに向けて力になれるような動画作っていけたらなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価で応援いただけますと幸いです。少しでもやれる準備進めてまいりましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。多分ね、来週はアップデートも火曜日告知の木曜日追加とかになるんじゃないかなと思います。それにもね、備えておきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。またね。バイバーイ。